こんにちは。熊本恵みキリスト教会の山賀です。今日はエゼキエル戦争はいつ起こるのかということをお話ししたいと思います。なぜ今日このテーマでお話しするかというと、このことを本当に質問する方が多いんですね。で、あまりにもたびたび質問を受けますので、もうまとめて動画で話をする方が早いということで、今日動画に私の考えをお話ししたいと思っています。で、これだけ質問を受けるということは、それだけ関心が高いということだと思います。おそらく今のロシアを取り巻く世界情勢を見ている方が、このエゼキエル書の38章、39章に出てくる、このエゼキエル戦争と言われる戦争の時の状況と今の世界情勢が似ていると、そう感じるので、今目の前で聖書預言が成就しようとしているのではないかと、もう今まさにエゼキエル戦争が起ころうとしているのではないかと、そういうことで関心が高いんだと思うんですね。さあ、じゃあ一体実際のところどうなんでしょうか。エゼキエル戦争というのはいつ起こるんでしょうか。で、そもそもなんですけどもね、エゼキエル戦争って何なんですかということから少しだけお話ししますと、このエゼキエル書の38章39章にロシア、今で言うとロシアにあたるそういう地域の軍隊がイスラエルに攻めてくるという、そういう予言があるんです。この予言は未だかつて成就したことがありません。言い換えれば、これから成就するべき予言です。しかもその時イスラエルは国を持っている。長らく廃墟であったイスラエルの国が再び集まって国になっているということが予言されています。ご存知のようにイスラエルは紀元70年から1948年まで国を持っていませんでした。ところが彼らはもう一度集まってきて国を作ったわけですね。ですからそういうわけで、その1948年以降がエゼキエル戦争が成就する可能性のある期間ということになります。ですから今、エゼキエル戦争が起ころうとしているのではないかと思う一つの理由はそういうところにあるんですね。それがエゼキエル戦争と呼ばれる戦争です。じゃあこれがいつ起こるのかということについてですが、3つ可能性があります。1つは空中再臨前ということです。空中再臨前の教会時代にこれが起こる。そして2つ目は空中再臨後、患難時代前、つまり準備期間と呼ばれる期間です。そして3つ目が患難時代の中、この3つの可能性です。患難時代の後にエゼキエル戦争が起こる可能性はゼロです。なぜかというと、患難時代の後は千年王国というイエス様が治める王国です。ですからその間は基本的に平和なんです。で、その最後に黙示録の20章に出てくるゴグとマゴグによる戦争が起こります。しかしそれはエゼキエル書の38章39章の戦争とは別の戦争なんですね。で、時々その2つを一緒だと考える人がいるんですけども、これは明らかに別です。なぜ別だと言えるのかというと、決定的な理由はエゼキエル書の38章39章を見ると、なぜ神様はエゼキエル戦争を起こされたのかというその理由が、イスラエルの罪に対する裁きだということが書かれてあります。ちょっと見ておきましょう。39章の23節24節を読みいたします。国々の民はイスラエルの家が私の信頼を裏切った咎のゆえに捕らえ移され、私が彼らから顔を隠したこと、また彼らを敵の手に渡したゆえに、彼らが皆剣に倒れたことを知る。私は彼らの汚れと背きに応じて彼らを罰し、私の顔を彼らから隠した。ここにあるように、イスラエル人の背きとか、またイスラエル人の汚れのゆえに彼らを罰した。これがエゼキエル戦争の一つの面なんですね。ですから、それは裁きであるということです。で、一方で、千年王国の中に起こるゴグマゴグの戦争というのは、イスラエルはもう千年王国に入る前に、患難時代の最後に悔い改めて、そして罪が許されているんです。千年王国の
中のイスラエル人には何か罰されなくちゃいけない汚れとか背きというものはありません。ですからこの千年王国の中で起こるゴグマゴグの戦争というのは理由が全然違うんですね。そういう意味でこのエゼキエル戦争と千年王国の戦争は別物であるということです。ですから可能性は先ほど言った3つだけです。教会時代、準備期間、あるいは患難時代。そこで、今非常に多くのクリスチャンの方が私たちの目の前で起こっていることがエゼキエル戦争のもういわばスタートぐらいまで来ているんじゃないだろうかと。でこの後もう少し状況が緊迫化したならばエゼキエル戦争が勃発するんじゃないかというような意識を持っています。そう考えている方々はつまり教会時代にもエゼキエル戦争は起こりうるとそう考えているわけですね。確かに今のロシアを取り巻く状況とエゼキエル書が描写している状況というのは非常によく似ています。例えば38章の2節3節を見てください。こう書かれてあります。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに顔を向け彼に予言せよ。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はお前を敵とする。ここに、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグという言葉が出てきました。このメシェクとかトバルというのは第一歴代史の1章5節に出てくるヤペテの子孫なんですね。そして彼らはスラブ系の人たちであるということが分かります。カスピ海と黒海の間、またその北の辺に位置するそういう民族です。でこのマゴグの地というのもこれは歴史家のヨセフスが書いていますが、カスピ海とコーカサス地方の間にある地域、これもやはりロシアの方になるんですね。でメシェクというのがどうも今のモスクワという言葉と関係があるようです。ですからこのマゴグの地というのは現在でいうロシアであるということは間違いがないでしょう。そしてゴグというのはその代表のことです。これは称号なんですね。ですからロシアのリーダーということです。で神様はこのロシアのリーダーを神様の敵とするというふうに語っておられます。つまりイスラエルの敵となるということですね。でその時ロシアの側につくいくつかの国々があります。それが5節6節です。ペルシャとクシュとプテも彼らと共にいて、皆盾を持ち兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民がお前と共にいる。ここにいくつか出てきましたが、例えばペルシャ、これは今のイランですね。そしてクシュとプテ、これはエチオピアとかリビアあたり、つまりアフリカ諸国ですね。そしてゴメルとかベテトガルマとありますけども、これは今のトルコなんですね。これらの国々、またその他の多くの国々がロシアの側に立っているという状況です。これは確かに今のロシアを取り巻く状況ともよく似ています。例えばイランとロシアなんですけども、2025年今年ですね、1月17日に包括的戦略的パートナーシップ協定というものに署名がなされました。かなりロシアとイランというのは近いということですね。そしてさらにロシアとトルコですけども、トルコは NATO に加盟している国です。ですが NATO の中でダントツでロシア寄りなんですね。ロシアへの経済制裁などにも反対しています。ですからロシアとトルコというのは仲がいいわけですね。また、アフリカとロシアの関係ですけども、ロシアはアフリカの40カ国以上と、現在において軍事協力というのをしているんですね。ロシアが作る武器とか兵器をアフリカに提供しています。またアフリカの軍人を訓練するというそういう協力もしています。ですからアフリカとロシアというのも比較的近いそういう関係にあるということなんです。ですから
確かにエゼキエル書が語っているような状況が形成されていっています。またそのロシアはイスラエルに攻め込むというのですけども、その時のイスラエルの状況が8節に描かれています。多くの日が過ぎてお前は徴収され、多くの年月の後お前は一つの国に侵入する。そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国である。その民は国々の民の中から導き出され、皆安らかに住んでいる。さあ、これも今のイスラエルの状況と非常にマッチするわけですよね。ご存知のようにイスラエルは紀元70年にローマによって滅ぼされ国を失いました。で、久しくイスラエルの国に住んでいなかったんですね。いろんな全世界に散って住んでいました。ところが1948年にユダヤ国家が誕生して、そして多くのユダヤ人たちが戻ってきたわけですね。で、その後中東戦争などもありましたが、剣から今立ち直ってある程度安定した国として活動しているわけです。ですからこの8節の状況というのは確かに今の状況と非常に似ている。そして皆安らかに住んでいるということなんですけども、これどうなんだろうかということなんですが、これはどうも安全保障上の優位性があると。つまり武器とかですね、そういう軍事力において圧倒的な優位性があるので、戦いはあっても安全であるという意味にも取ることができるようです。アメリカの強力なバックアップを受けているこのイスラエルが他のハマスとかですね、レバノンとかイランにも空爆をしていましたけども、そういう国々よりも優位性を持っていると。ですから今の状況とも合うのかなと、そういうふうに見えるわけですよね。ですからこの状況は今の状況じゃないですかと。ロシアが今後もしイスラエルに対して攻めてきたら、まさにもうこのエゼキエル書の成就だと、そういうふうに見えるわけです。しかし私はこれは違うと、そう考えています。もちろん今の状況が似ているというのはその通りなんですけども、しかしこのエゼキエル戦争は空中再臨の前には勃発しないと私はそう考えています。で、主に2つの理由があります。まず1つは先ほどの安全保障の話です。で、11節を見るとこういう言葉があるんですね。こう言うだろう。私は無防備な国に攻め上ろう。安心して暮らす平穏な者たちのところに侵入しよう。彼らは皆城壁もなく住んでいる。栓抜きも門もないと。さあ、ここを見るとただ安全保障上の優位性があると、軍事力でもうバチバチに守っているからだから大丈夫という状況ではなくて、無防備な国と書いてあるんですね。これ守ってないということです。また11節の後半を見ると、城壁もなく栓抜きも門もないと、自分たちを守る必要を感じていないという、そういう無防備さです。これは今の安全保障状況が優位性を持っているとかそういう問題ではなくて、戦いをする必要がない、戦いがない状況だということです。これ今の状況に当てはまらないんです。そして今なぜイスラエルはこういう無防備な状態でいることができないかというと、パレスチナ問題が解決しないからです。じゃあこのパレスチナ問題って誰が解決するんですか。これ偽キリストなんです。偽キリストがこのパレスチナ問題を解決します。黙示録を見ると、患難時代が始まるときにイスラエル人の神殿がエルサレムにあるということが分かります。これは今の時点では考えられないことなんです。なぜかというと、今エルサレムにはイスラエルの神殿がかつてあった場所にイスラム教のモスクがあります。だからそこに神殿を建てることができない。しかしこの患難時代が始まる頃には神殿が建っているということが黙示録の11章を見れば分かります。これ誰が建てるのかということなんですが、この問題を解決できるのは偽キリストなんですね。
そもそも患難時代というのは偽キリストとイスラエルが契約を結ぶ日から始まります。イスラエルが偽キリストを信頼するんです。偽キリストを自分たちのキリストとして受け入れるんです。なぜそんなことが起こるんでしょう。その理由の一つがこのパレスチナ問題を解決に導いてくれるからです。もうずっと長きにわたってアメリカも解決しようとしたけど解決できなかった。いやもう誰も解決なんてとてもできないこの問題を解決するもうスーパーマンのようなすごい能力を持った政治力を持った偽キリストという人物が出てくるんです。彼がこの問題を解決し、そしてエルサレムにこのイスラエル人のための神殿を建設するんですね。その後で初めてこの11節のような無防備な状態、つまりパレスチナ問題という火種がない状態が成就します。でこのことについてまた後でもっと詳しく言いますが、これが一つ目の理由ですね。これ今の状況ではありえないということです。そして二つ目、こっちの方がもっと大きい理由なんですけども、このエゼキエル戦争が終わった後どういうことが起こるんでしょう。エゼキエル戦争が終わった後でこうなります。39章の7節を見てください。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に告げ知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知る。エゼキエル戦争が終わったらどうなるかと言いますと、イスラエルに神様の聖なる名を告げ知らせるんだと。つまりイスラエル人たちが信仰に目覚めるんですね。今現在イスラエル人たちは神様を知りません。もちろん彼らは自分たちは知っていると言っています。また旧約聖書を信じていると言っています。しかし彼らは誠の神様を知らないんです。なぜかというとイエス・キリストを知らないからです。イエス様はおっしゃいました。私を見た者は父を見たのです。言い換えればイエス様を知ることなく御父を知ることはできないんです。ですからイエス様を神としてメシアとして認めていない今のイスラエル人たちは神様を知らないんです。しかしこのエゼキエル戦争の後、神様はイスラエル人たちにご自分の皆を告げ知らせます。イスラエルの中に霊的覚醒が始まる。イスラエルのリバイバルが始まるということです。そしてさらに39章の22節を読みいたします。その日以降、イスラエルの家は私が彼らの神主であることを知る。彼らはその日以降、エゼキエル戦争が終わった日以降ですね、神様を知り始めるんですね。そして最終的にどうなるかというと25節。それゆえ神である主はこう言われる。今私はヤコブを回復させ、イスラエルの全家を憐れむ。これは我が聖なる名への私の妬みによる。神様はイスラエル人たちを回復させます。憐れみをかけるんですね。さあ、つまりこのエゼキエル戦争が終わるとどうなるかというと、神様は再びイスラエルに目をかけられるんです。イスラエルに目を留めて、そしてイスラエルを中心に働き始められるんです。これはどう考えても教会時代の後のことなんですね。教会時代というのはどういう時代ですか。これはイスラエルがイエス様を拒んだ結果、明らかにされた時代なんです。これ奥義とされていたものです。イスラエルがイエス様を拒みました。だから神様もまた一時的にイスラエルを退けられたんです。もし皆さんがローマ人への手紙の9章、10章、11章を読まれますと、このことが非常に詳しく書かれてあります。神様はご自分の民を一時的に退けられた。そしてどうしたのか。異邦人に目を向けていらっしゃるんです。1世紀のクリスチャンのほとんどは最初ユダヤ人でした。しかし使徒の働きが示しているように、神様の働きは次第にペテロからパウロへ、そしてエルサレムからローマへと移り変わっていくんです。ペテロからパウロというのはユダヤ人のための使徒から
異邦人のための首都ということです。エルサレムからローマへということは、イスラエルの首都から世界の異邦人の首都へ移っていったということです。使徒の働きが表しているのは、神様の働きがユダヤ人たちから異邦人の方に移ったという、その記録なんです。さあ、その後はもうどんどん教会時代が進めば進むほど、この神様の働きの中心が異邦人になっていきました。2000年間の教会の歴史を振り返るときに、神様に用いられたしもべたちの多くは異邦人でした。もちろんユダヤ人の素晴らしいクリスチャンたちがいたのも事実です。しかし数でいうと圧倒的に異邦人が多かったんです。旧約時代にはイスラエルが中心でした。しかしそこに細々とでも異邦人の救われる魂がいたのと同じように、今も細々と救われるユダヤ人たちはいます。しかし大多数は異邦人なんですね。それは今まさに神様が異邦人に対して働きかけをしておられるからです。さあ、次に神様がイスラエルに働きかけを始められるのはいつでしょうか。ローマ人への手紙の11章にこういう言葉があります。11章の25節、そして26節の1行目だけを読みいたします。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が堅になったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。さあ、ここでイスラエル人の一部が堅になった。一部というよりは大多数と言っていいと思いますが、堅になっている。それは異邦人のこの満ちる時が来るまで。異邦人のための神様のご計画が一旦終了して、そして今度イスラエルにまた神様が働きを始められるという時が来るわけです。じゃあこの異邦人のための働きというのがいつ終わるのかというと、空中再臨の後です。空中再臨で教会が引き上げられるまでは、これは異邦人に対する神様の働きかけというのがずっと続いています。ですから、このことから考えると、エゼキエル書のこのエゼキエル戦争は、神様がイスラエルにもう向かい始めている。イスラエル人のリバイバルを始めようとしている。ということが分かりますので、これは教会時代とはちょっと考えにくいんですね。空中再臨の前にエゼキエル戦争が勃発するというのは、これはないと思います。絶対にと言われるとちょっと自信がないんですけども、おそらくないと思います。さあ、そして次にですね、じゃあこれは空中再臨の後の患難時代までの準備期間のことなんだろうか。その可能性はあります。しかし私はどちらかというと、これ患難時代に入ってからではないだろうか。そう考える方が全体的に辻褄が合うのではないかと、そう考えています。どうしてかというと、主に2つ理由があります。まず1つは、このエゼキエル書の38章の11節、先ほども見たところですが、イスラエルが無防備な状態、もう完全に安心している状態、これいつあるんだろうかと考えると、患難時代の直前直後なんですね。患難時代の直前、どういう状態にあるかというのはテサロニケ人への手紙の中に書かれてありますが、その時人々は平和だ、安全だと言っているということが書かれてあります。ちょっと見ておきましょう。テサロニケ人への手紙第1の5章の2節3節をお読みいたします。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ、安全だと言っているとき、妊婦に生みの苦しみが望むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。さあ、ここに主の日という言葉が出てきました。これは患難時代を意味する言葉です。それが突然やってくるんだというんですが、その直前まで人々は平和だ、安全だと言っているというんですね。ですから患難時代が始まる直前、
世界は非常に平和な状況になるようです。これは偽キリストのこの政治力によっておそらく実現することだと思います。そしてさらに、先ほども言ったようにこの時期にパレスチナ問題が解決するのですが、さらにこの患難時代が始まる時というのは、イスラエルと偽キリストが同盟を結ぶんですね。契約を結びます。その契約を結んだ日が患難時代のスタートなんです。ですから患難時代のスタートというのは、実はこれはイスラエル人にとっては世界最強の権力者偽キリストと契約を結び、その偽キリストのローマ帝国と同盟を結んだという非常に安心できる日なんです。しかしそれが神様を怒らせるということになっていくわけなんですが、ただ患難時代のもう直後というのはイスラエル人にとっては非常に安心できる国際的な状況ができているということです。で、これについてイザヤ書の中にもその患難時代の直後のイスラエル人たちの特に支配者階層の思いが予言されています。ちょっと見てみましょう。イザヤ書の28章の14節15節です。それゆえあざける者たちよ、主の言葉を聞け。エルサレムでこの民を治める者たちよ、あなた方がこう言ったからだ。我々は主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。さあ、ここにエルサレムを治める者たちについての予言があります。実はこれは患難時代が始まる時の予言なんです。その時にエルサレムの支配者たちは、我々は死と契約を結んだ、黄泉と同盟を結んでいると言っています。これ何のことかというと、偽キリストとの契約、そしてこのローマ帝国との同盟のことなんです。だからたとえ洪水が押し寄せてきても、他の軍隊がやってきたって自分たちは絶対大丈夫だという、そういう安心感を持っているということです。ただこの契約は実際には解消されます。7年の患難時代のちょうど真ん中、偽キリストが突如契約を破棄して、そしてエルサレムに攻めてくるんですね。そのこともイザヤ書の28章は予言しています。28章の18節です。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。みなぎる天罰が押し寄せると、あなた方はそれに踏みにじられる。そうなんですね。この偽キリストとの契約は途中で一方的に解消されます。そしてローマ帝国との同盟は成り立ちません。それどころかその時、神様の怒りがもうクライマックスを迎えて、あなた方はそれ、つまり偽キリストとローマ帝国に踏みにじられるということが実現します。ですからこの契約というのは結局途中で破綻してしまうんですが、このエゼキエル書の38章の11節にある無防備な状態、イスラエル人たちが安心している状態として一番ぴったりくるのはこの患難時代の直後ではないかと、私にはそう見えるわけなんですね。これが一つ目の理由です。そしてもう一つの理由なんですけども、エゼキエル書の38章17節を見ると、なんと神様はエゼキエル以前にもエゼキエル書の予言をしていたというんです。旧約聖書の中にもうとっくの昔に、しかも何回も長年にわたってエゼキエル戦争について予言していたと語っておられるんです。もしこのエゼキエル戦争が患難時代の中でないとしたら、ちょっとこの言葉の意味が理解しにくいんですね。見てみましょう。エゼキエル書の38章の17節を見てください。神である主はこう言う。お前は私が昔、私のしもべであるイスラエルの預言者たちを通して語った、まさにそのものではないか。
この預言者たちは長年にわたり、私がお前に彼らを責めさせると預言していたのだ。さあ、ここを見ると、エゼキエル以前にもすでに預言者たちですから、複数ですね、何人かの預言者によってエゼキエル戦争のことを長年にわたり預言させてきたというんです。旧約聖書を見て、エゼキエル以前に活動していた預言者たち、何人もいます。ただその中で聖書を書いた預言者たち、イザヤとかオバデヤ、あるいはミカ、ヨエルとかですね、アモス、こういう人たちはエゼキエル戦争について語っていましたか。ちょっと見つけるのが難しいんです。イザヤ書の中にはこれもしかしたらそうかなという言葉あるんですけども、でもはっきりとこれがエゼキエル戦争のことだなと、確かに神様は何度も何度もエゼキエル戦争について語ってらっしゃると、そう思えるようないろんな箇所ってないんですよね。じゃあ一体これどういう意味なんでしょう。さあ、もしエゼキエル戦争が患難時代の中で起こるならば、このエゼキエル以前の預言者たちは患難時代については何度も語ってきたんです。それこそオバデヤ、またヨエル、アモス、みんな語ってきました。ちょっと見ておきましょうか。例えばヨエル書見てください。ヨエル書を見ると1章の15節にこうあります。ああ、その日よ、主の日は近い。全能者による破壊の日としてその日は来る。さあ、ここに主の日と書かれてありました。これ患難時代ですね。全能者による破壊の日としてその日は来る。ヨエルは確かに患難時代について語っています。また、アモスも見てみましょう。アモス書の例えば5章18節。ああ、主の日を切に望む者、主の日はあなた方にとって何になろう。それは闇であって光ではない。ここにも主の日という言葉が出てきました。それは闇である、光ではないと警告されています。アモスも主の日について語ったんですね。また、これで最後にしたいと思いますが、アモスの次のオバデヤ書。オバデヤ書にも1章15節にこう書かれてあります。なぜなら主の日がすべての国に近づいているからだ。お前は自分がしたように自分にもされる。お前の報いはお前の頭上に返る。オバデヤも主の日について警告しています。このようにエゼキエル以前の預言者たちが語ってきた警告というのは、ほとんどが患難時代についての警告なんです。ということは、このエゼキエル書の預言が長年にわたり語られてきたというならば、その内容は患難時代の中に含まれていると、そう考えなければちょっと意味がわからないんですね。これが一番大きな、私がエゼキエル書は患難時代の中で起こるのではないかと、そう思っている理由です。そしてじゃあ患難時代の中にそんな戦争が起こるんだろうかというと、確かに起こるんですね。患難時代のことを黙示録の6章から学びますと、7つの封印が解かれます。最初1つ目の封印が解かれた時に偽キリストが出てくるんですね。で、2つ目の封印が解かれます。その時に赤い馬に乗ったものが出てきます。で、この赤い馬に乗ったものは地から平和を奪い去ることが許されている。つまり戦争をもたらすんですね。ですから患難時代のスタートは偽キリストが出てくることですが、その次に起こることって何かというと戦争なんです。偽キリストは患難時代が始まる直前まで、世界平和を実現していきます。パレスチナ問題なども解決し、そして本当に平和だ、安全だと思えるような、そういう状況が作られるんです。そして喜んでイスラエルは偽キリストと契約を結びます。これがイスラエルの平和な状態の、ある意味でピークだと言えるでしょう。しかしその後何が起こるのか。戦争が起こるんです。
偽キリストはその平和を保ち続けることができなかったということです。じゃあその時に偽キリストに戦いを挑めるようなそういう軍隊ってどこにあるんだろうか。これロシアぐらいじゃないでしょうか。偽キリストはローマ帝国ですから、今のヨーロッパを中心とした一つの勢力だと言えると思います。それに対しての対抗馬として、このロシアがイスラエルに向けて進軍していく、これはあり得ることだと思うんですね。聖書に書かれてないことなので、これはもうそう考えれば辻褄が合うというだけです。他の根拠っていうのは本当にないんです。ただ、そう見るのが一番無理なく説明できるように思います。そして39章、エゼキエル書の39章を見てほしいんですが、39章の9節にはこう書かれてあります。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やし、それらで火を起こす。彼らは7年間それらで火を燃やす。さあ、ここでエゼキエル戦争でロシア兵たちが落としていく武器や兵器などをイスラエル人が燃やして利用するんだということが書かれてありました。でその期間が7年間なんですね。これももしエゼキエル戦争が患難時代の初期に起こるとするならば、この7年というのはそのまま患難時代の期間を意味しているのかもしれません。患難時代の間、イスラエル人の特に信仰者たちは非常に厳しい状況の中に置かれます。彼らは逃げなくちゃいけない。特に後半の3年半などはもういろんなところを転々としながら逃げるイスラエル人もいるでしょう。そういう中でもしかするとこのロシア兵が置いていった物資、あるいはそういう武器などが彼らの命をつなぐために役立つということなのかもしれません。これはもう完全に想像です。わからないんですが、ただ単に7年間で燃やし終わるという、ただそれだけかもしれませんけどもね。でも7年間それらを火で燃やすというのは、もしかすると7年の患難時代という意味かもしれません。これはもう本当に完全に想像です。ただこういう理由でですね、一つはイスラエル人が一番安全だと、本当に無防備で入れるほどに安全だと思えるそのタイミング、これ患難時代が始まった直後だと思うんですね。そしてこのエゼキエル戦争についての予言が旧約聖書の中でエゼキエル以前に何度も語られていたという神様の御言葉、これらから考えると患難時代の中の出来事ではなかろうかと。そしてそれが初期に起こるであろうことを考えると、赤い馬に乗ったその第二の封印が解かれた時の戦争こそエゼキエル戦争なのではないかと、私は今そう考えています。絶対そうだとはとても言えません。しかしそう考えるのが一番すっきり納得ができるように思います。ともかくですね、一つだけ言えることは、おそらく、ほぼ間違いなくこのエゼキエル戦争は教会時代には起こらないということです。教会時代には神様はまだイスラエルを一時的に退けておられるんですね。そして異邦人に対して向かっていらっしゃる。そしてそれがクリスチャンたちが天に敬居された後、もう一度神様がイスラエル人に目を向けられる、その時がやってきます。その時にこそエゼキエル戦争が起こるのだと思います。今のロシアを取り巻く環境というのがそれの準備なのかもしれません。そうであるようにも見えます。ただ私たちが生きている間にエゼキエル戦争は勃発しないというのが、おそらく正しいと思います。さあそこでなんですけども、私の方から皆様に一つだけ、最後にお勧めしたいことがあります。何かというと、エゼキエル戦争とか、あるいは今偽キリストは誰なのか、トランプはどうなのかとかですね、イーロン・マスクはどうなのかとかですね、そういうことにあまり関心を持ちすぎないようにしていただきたいということです。なぜかというと、これは決して私たちの信仰を養わないからです。
私たちのイエス様に対する愛を全く増し加えないからです。むしろこれはただ単なる論議を引き起こすだけです。聖書はただ単に論議を引き起こすことは、関心を持ってはならないと、そう私たちに教えています。テモテへの手紙というところにこういう言葉があります。テモテへの手紙の第1の1章3節から5節までお読みいたします。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。さあ、ここでパウロは弟子であったテモテに対してエペソにとどまって、ある人が違った教えを説かないように、つまり変なことをメッセージしないように気をつけなさいということと、そして論議を引き起こす作り話や経図に心を寄せるなと人々に命じるように教えています。ユダヤ人たちの中にこういう果てしない作り話、旧約時代のいろいろな伝承とか伝説、そういうものに非常に関心を持つ人がいたんです。また経図ですよね。ユダヤ人は誰も経図が大好きです。しかしそういったものに心を寄せるなとパウロはそう命じなさいとテモテに言っているんです。なぜかというと、そういうものの結果はただ単なる知的好奇心を刺激して論議を引き起こすだけなんです。そしてそれは決して神に委ねられた信仰の務めを実現させないというんです。テモテが神様から委ねられた働きとはどういう働きでしょうか。人々の知的好奇心を刺激することではなかったんですね。そうではなくて、彼らのうちに清い心と健全な良心と偽りのない信仰から出てくる愛を植え付けることだったんです。もちろんこれはイエス様に対する愛です。じゃあそのような愛を植え付けるためにテモテは何をしないといけなかったんでしょうか。それは十字架を語ることです。イエス様が私たちのために命を捨ててくださったということ、そしてそのイエス様の十字架の愛だけがパウロのような迫害者を本当にキリストを心から愛してキリストのために生きるしもべに変えたのです。そしてパウロは全てのクリスチャンのそういう意味では模範なんです。テモテの手紙第1の1章の15節16節を読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。洗礼、これ見本のことですね。そう、パウロは私たちの見本なんです。パウロほど教会を迫害した人はいませんでした。しかしその迫害者であったパウロをキリストの愛は捉えることができたんです。イエス様の十字架のあの御業こそがパウロをかつての残酷な迫害者からキリストを愛し、また教会を愛し、人々のために本当に命の限り使い続けた、そういう一人の神のしもべに変えたのです。ですからテモテが語るべきことは、ただ単なる人の知的好奇心を刺激することではなかったのです。そうではなくてキリストの十字架でした。もちろん私たちはエゼキエル戦争について学んでよいのです。それは聖書ですから。また終末論について学ぶべきなんです。しかし私たちはバランスを持たないといけない。適度なバランスで学ばないといけない。もう終末論にばかり関心を持っている。あるいはエゼキエル戦争やロシアの
状況にばかり関心を持っている。これは不健全なんですね。私たちは今自分がこの地上に置かれている目的ということを見失わないようにしたいと思います。私たちの時代の後に起こるであろうエゼキエル戦争についてはもう神様に委ねればいいと思います。そして今私たちがなすべきことは、もうその患難時代が迫っている。イエス様の空中再臨がもう迫っている。だから今のうちに私たちは福音を語らないといけないんです。聖書は言っています。今は恵みの時、今は救いの日ですと。そうなんですね。今は神様が本当に恵みを持って救いを提供しておられるその日です。今は神様の怒りがいわばもうダムのようにですね、せき止められているその時なんです。しかしもうすぐ空中再臨で教会が天に上げられると、せき止めていたものがなくなります。その時に神様の怒りが一気にですね、この地上に降り注がれ、その中でエゼキエル戦争が起こっていく。これが聖書の教えていることだと思います。はっきりと申し上げることはできないのが非常に申し訳ないんですけども、先ほど申し上げたような理由で私はそう確信しています。どちらにせよ今の私たちの責任については明確です。私たちは福音伝道に励みましょう。イエス様が来られるその日まで主の死を告げ知らせる一人一人でありたいと思います。では終わりましょう。